何がしたかったんだ。暴言言ってる。相手に幻覚見せたりしてないよね。闇抱えてたけどね。おじさんなんだ。急壊す理由にもなるよね。今の魔法わかんないから。それでおじさん死んだらどうなる？過信しすぎてる。サイコパスだからな。ハーブ積んでるからな。現実から逃げてる。なんか人格違うのいるよね。このイベント何？夏目アーンが佐伯ミリア殺害したと認めた。思ってた犯人と違うかったな。これから話されるんだろうけど、動機よくわかんすぎでしょ。当然少女たちによる魔女を選出する投票は全員一致でアーンとなった。彼女の魔法の恐ろしさ、死んだような瞳が少女たちを震え上がらせる。さっさとこいつ処刑しよう。何されるか分かったもんじゃない。落ち着いて。彼女の魔法は軽度の洗脳よ。気を確かに持てば惑わされたりしない。それにアンアンちゃんはミリアちゃんを殺したかった。その殺意は私たちに向けられたものではない。そうでしょ？アーン黙ったままこっくりとうなずく。ほっとしたように場の空気が緩んだ。みんなおかしくなってるのかな。今からアンアンちゃんを処刑するのになんで安心してるんだろう。前回見せられた処刑の凄まじさに全員が青ざめてしまっている。そんな中でもアーンは落ち着いて見えた。業務時間外ですので巻きで進行しましょう。大変申し訳ないのですが、皆さんさっさと処刑ボタンを押してください。またこの時間だ。僕らにアンアンちゃんの処刑執行するボタンを押させるなんて。プレイに押させるの？押させるんだな。はい。はい、さっさと行きましょう。これより魔女の処刑を執行します。早くない？無口すぎて相手が納得した命令であれば従わせることができる軽度の催眠魔法。何がしたかったんだ？なんでミリアと夏目アーンこんな崩れたんだ？動機わかんないから。他の人たちは動かないでくださいね。邪魔や介入をすれば看守がそのものも同様に断罪します。歯車の回転が始まり中央の台座が入れ替えられていく。何これ？人形？わー、これは豪華ですね。カーテンなんか操作されるのか？人形劇でもするつもりですの？時計台には人形劇風の巨大な舞台装置がそびえ立っていた。装飾の施された豪華なセットには赤いカーテンがかかっている。アーンが看守に連れられて処刑台に向かっていく。その片目が散られたエマを見た。なぜだ。我が輩は友達だと思っていた。中身おじさんだから。気球がこうやってショック受けたシーンあったけど、いや催眠させられたんだよね。ようやくあの日々が取り戻せたはずなのに。心から辛そうに悲しみを宿した瞳だった。なんで僕を見るの？アンアンちゃんと僕はそこまで仲良くなんてなかったはず。友達だと思ってたエマのこと？あの日々が取り戻せた。なんか知ってるの？知らないこと。記憶に残ってる。何を言ってんだ？暴言言ってる。また一緒に映画を見ようと約束したじゃないか。映画見よう。エマに懐いてたけど、次ミリアに懐いたよね。何かした？嫉妬とかじゃないの？エマの頭の中で真実がひっくり返っていく。それはあまりにもひどく胸が引き裂かれる真実だった。そしてアーンは人形劇の舞台に上に立たされる。垂れ下がった糸がアーンに高速で巻きついていった。あらまあ、皮肉ね。人を操るあなたが操り人形にされてしまうなんて。アーンって人形操ってんの？人形変えてんのは知ってるけど。みんなを操っておっさんを殺したんだし、当然の報いじゃねえ。魔法が洗脳だから人を操る人がって言ってるのか。肉だね。なんでおっさん殺したんだよ。ねえ、ミリアちゃんじゃない。エマがぽつりと吐き出した言葉で注目が集まる。アンアンちゃんが殺したかったのは僕だったんだね。なんでミリア殺す必要があったの？何を言うのだ。お前は佐伯ミリアの中身だろう。入れ替わってんのエマが佐伯ミリアの中身。どこかで入れ替わったか？僕主語変わってないよね。アーンがミリアの体はエマだと思って殺したの。エマの能力がわかんないんだよね。相手に幻覚見せたりしてないよね。ミリアのこと信じたからミリアが言ったのか。ミリアおかしくなってたのか。ミリアが嘘ついたってことになるよね。いつの話だ？ミリアが懲罰を送られてからその時聞いたのか。つぶやくアーンの瞳が驚愕に見開かれていった。アーンもまたその事実に気づいたのだ。嘘だったって気づいたのかな。ミリアはあの時嘘をついたのか。友達のことは信じたんだな。嘘ついた理由は何なんだ？ミリア最後らへん闇抱えてたけどね。通常話したがらなかったし、入れ替わった理由とか。この夜、アーンは懲罰棒の前に立っていた。通路を誰もいないのを確認してから、懲罰棒を覗き窓を見る。このタイミングで確認したんだな。これで中身入れ替わったって言ったんだな。中にはミリアが拘束されており消耗しきっていた。誰が懲罰棒送りしたんだ？気球を壊したのはミリアがやったわけじゃないから。気球を壊してほしいとおねだりしたのはすまなかった。アーンが壊させたのか。なんで気球壊してほしかったの？スケッチブックでの会話が無理なので、アーンは仕方なく声を発する。我が輩の洗脳が発動してしまったようだ。なんでそんなこと言ったの？それはなんとなく気球を壊したいって思っちゃったのはアンアンちゃんに言われたからだろうなって。
ミリアそこで気づいたんだ。でもアンアンちゃんのせいじゃないよ。やったのはおじさんなんだし。それにね、おじさんも全部あいつが悪いんだ。あいつって？桜庭エマ。なんでアーンの瞳はこのくらい殺意が当たっていた。なんでエマが悪いっていう風にするの？あいつが出よう出ようと騒いだから、みんながその気になって、あいつはいつも我が輩の邪魔をする。レイヤだってあいつが犯人だって騒いだから、あいつが殺したようなものだ。レイヤが嫉妬で殺人したからでしょ。じゃないとみんな死ぬからね。レイヤは優しかったのに。レイヤが殺人したことでつら何も思わないの？アンアンちゃん落ち着いて。我が輩はあいつを殺そうと思っている。ああ、もう殺すつもりだったんだ。エマに死んでほしくないから自分が入れ替わったって嘘ついたのかな。その言葉を聞いてミリアの瞳が見開かれていく。もう計画も立てている。我が輩はもうあいつを許せない。殺さないと気が済まない。嘘ついた理由はかばったんだな。アンアンちゃんそれは。我が輩には簡単なんだ。誰かを洗脳さえできたら我が輩が疑われることなく殺害できる。あいつさえいなくなれば、あいつさえ。ミリアは一度うつむいてから顔を上げた。傑作だよアンアンちゃん。ミリア、どうしたのだ？アンアンちゃんの計画はもう台無しだ。だって僕はね、桜庭エマなんだよ。桜庭エマ。知っているでしょ？佐伯ミリアの魔法は入れ替わり、看守に捕まった時、その魔法を使われちゃってね。今この体に入ってるのが桜庭エマの魂。それで桜庭エマの中に入っているのがおじさんの魂ってわけ。だからあの子を殺しても意味ないよ。ミリアの魂と言わないんだ。おじさんなんだ。そんなに憎いなら僕を殺さなきゃね。そうそう、看守に捕まった時にね、とっさに鍵を口の中に隠したんだ。僕はいらないから、こんなもの飲み込んじゃうね。飲み込んでないよね。ミリアの喉がごくりとなる。桜庭エマ。アンは驚愕に打ち震え、憎悪を宿した瞳を目の前の少女へと向けた。そんなのって違う。我が輩が殺したかったのはミリアじゃない、エマだ。だってあいつはキャビネットの鍵を飲み込んだ。我が輩たちの大切な思い出をぶち壊した。それが動機に繋がったんだもん。キャビネットの鍵は映画でも見れるのか？もう二度と見れないから。それで余計に殺意が湧いてるのか？許せなかった。お腹を裂いてでも鍵を取り出さないといけないと思ったんだ。だからあんなに腹刺してんだ。でも実際口の中あったんでしょ。まさかおめえそれで腹刺したのかよ。それなのに桜庭エマが生きていたら何の意味もないじゃないか。普通な叫びはエマの胸をえぐった。ミリアちゃんは僕をかばったんだ。急の時からミリアを信じきれず擁護できなかった。それなりに憎悪を向けられていたエマを守った。そんなのってひどすぎる。僕はどう贖罪すればいいの？エマは胸が痛くてどうしようもなくて涙が溢れて止まらなくなる。でもなんでアンアンちゃんはなんで僕を殺そうと？レイヤ殺したからでしょ。それ八つ当たりでしょ。聞きたくない聞きたくない聞きたくない。これ以上喋るな。そのまま死ね死ね死ね。お前が死ね。アーンが呪詛を吐くたびに爪が鋭利に伸びていき、顔にひびが入っていく。その毒々しさはまさに魔女そのもの。魔女進行してるね。爪が伸びてるな。エマの心は壊れてしまいそうだった。これ不思議になるね。僕が死んだらいいのかな。嫌われ者の僕がいなくなれば。これ何されるんだ。人の形じゃなくなるのかな。やめてください。エマさん、変なこと考えないでくださいね。殺人を犯した魔女はアーンさんです。そうよ、エマさんは何も悪くありませんわ。アーンさん、ちょっと無様じゃないですか。今さら殺す相手間違えたなんて騒ぐのは。黙れ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 。説得力がないわ。その命令は聞けない。教えてください。気になるんですよ。なんでエマさんを殺そうと思ったんですか？安全圏になってから煽りすぎでしょ。殺したかったのがエマさんだったと分かっても、その動機がどうしても分からなくて。それでエマ殺すとならないのね。そうよ、一体なんでですの？エマさんはみんなを脱出させるって誰より頑張っていたじゃありませんの。しかも夏いって言ったのにね。それが嫌だった。我が輩はここから出たくなかったんだ。出たくなかったんだ。急壊す理由にもなるよね。ここから出たくない。こんなところからどうして？我が輩は満たされてはいけないんだ。ひどい環境である屋敷は
魔法持ってるから満たされてないの？普通に喋れないから、この環境でも同じでしょ。ずーっとここで暮らしていこうと思った。それに我が輩の周りには今まで誰もいなかった。でもここで初めて誰かがそばにいてくれた。誰もいなかったの周りに。話さなくても友達になってくれた。中学校とか話さないと友達になってくれなかったんだな。ここでの暮らしは我が輩にとってもっともっと素晴らしいものになっていったんだ。つまり外が嫌だったんだよ。そうか、そうだったんだ。アーンが今を見る瞳はいつもどこか冷ややかなものだった。脱獄することで少女たちが一丸となり、その中心にはいつもエマがいた。ここから出たくない少女にとって桜庭エマは邪魔な存在でしかない。脱獄のための気球を破壊し、それともめげなかったエマに憎悪を膨らませていったのだ。気球壊した犯人ってこの時は全然思わなかったな。地面に何度も拳を打ちつけ動けなくなるほどに。あのさ、話が読めないんだけど、おとなしく処刑されてくんない？煽りすぎでしょ。お前が殺人を犯した魔女なのは事実なんだからさ。全部うんざりだ。おい獄長、やるならさっさと終わらせろよ。嫌だ。我が輩は桜庭エマを殺したい。処刑なんてやめろ。代わりにミリアが死んだなんて嘘だ。うっと吹き出したのはマーゴだった。満たされてはいけないなんてエゴでしかないわね。マーゴ死体切れすんじゃいが声出せるよね。だってあなたここでの暮らしに満たされていたんでしょ。あなたは幸せな暮らしを手に入れたくて身勝手に佐伯ミリアを殺したのよ。事実だね。それが真実なの。いい加減認めなさい。パニックを起こし拘束されながらもがいていたアーンが静止した。不感とを受けたような表情だった。エマたちは夏目アーンの禁忌に踏み込んでしまったのだ。禁忌？幸せな暮らしを手に入れたいから、これは何が悪いんだ？触れてはならない真相に閉じ込めていたところへ。そうか。我が輩は幸せだったのか。幸せが禁忌なの？満たされたくてまたやってしまったのか。前にも何か起こしたのか？満たしたくて洗脳したってこと？もともと甘い両親だったように思う。病弱で引っ込み思案のアーンに両親は海外しく接してくれていた。おもちゃをもっと買って、ゲームを買って、ケーキを買って、この家を買って、もっともっともっと。これ洗脳の魔法だよね。それは幼い女の子が当たり前に願う当たり前のおねだり。アーンはいつしか気づく。お父さんもお母さんも全部おねだりを聞いてくれる。耳元をくすぐる甘いお菓子のような内緒話。お姫様のように扱って絶対に叱らないで。飽きないようにそばにいて眠らないでそばにいて。もっと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 。アーンは囁き続けた。両親もそのうちアーンの不思議な魔法に気づいた。このままでは操り人形のようにされてしまう。心が壊されて廃人のようになってしまう。こんなことになってならないと、父は母をかばい、母は父をかばった。おねだりするのはパパだけにしなさい。おねだりするのはママだけにしなさい。そうしてお互いが気づかぬうちに、アーン自身も気づかぬうちに、幸福の代償に両親を壊してしまった。人形を壊したのか？壊したくないのか？だから喋りたくないのか？アーン、この後壊されるんじゃないか。もう幸せを願ってはいけない。そうしてアーンはずっと家に引きこもり、人形の両親と暮らし続けた。魔女として韓国に捕らえられ、初めて友達になってくれた少女たちがいた。幸せを願ったら誰かを壊してしまうからだよね。この子たちとずっと一緒にいたい。ここから出てしまったらあの壊れた人形と共に暮らす生活に戻る。やっと望むものを手に入れたのに邪魔する人間がいた。それが桜庭エマだった。誰かがアーンに支えた。出たくないのになんで邪魔をするんだろうね。彼女の方が邪魔なのに。誰が支えたいんだ？エマの魔法わかんないから、被害妄想か。延長とか幻覚見せるんじゃないか。そうしてアーンは桜庭エマへと殺意を募らせていった。アーの瞳からスーッと雫が頬に伝った後悔に満ちた涙だった。ノアやレイヤ、ミリア、メルルといる時間がとても好きだった。それなのに自分から壊してしまった。我が輩はいつも気づくのが遅い。操り人形と化したアーンは気づけば鋭利なナイフを持たされていた。自分で首切るの？幸せを願ってごめんなさい。アーンが自身を切りつけていき、赤い蝶がもだえ苦しむ絶叫が響き渡る。明るい箱にまるでそぐわない凄惨な人形劇。マーゴはハッとした表情になり口を開いた。念のため耳を塞いだ方がいいわ。あの子の魔女化が進んでいるみたい。それはやばいね。魔女化が進めば魔法の力も強まる。あの子の場合、洗脳の強制力が強まると考えるのが妥当よ。状況分析できるよな。俺マーゴのことめちゃくちゃ疑ってたからな。こんな悪い奴じゃないのか。この言葉に少女たちは慌てて耳を塞いだ。しかしエマはただ一人耳を塞がずに立っていた。おい桜庭、耳を塞げよ。おめえが一番危険なんだぞ。そうですわ。誰かにエマさんを殺せと命じることだって。今でもできるのか。エマは首を振る。アーンちゃんはもうそんなことしないよ。憎まれてたことはすごくショックだった。でもアーンちゃんの気持ちがわかるのはきっと誰より
獄だ。エマは一人ぼっちされ学校にすら行けなくなった。この監獄で友達や仲間と言える少女たちと出会えてどこかで救いを感じていたのだろう。奪っちゃってごめんね、アンアンちゃん。アーンは絶叫し復活と再生を繰り返す。キーだからね。やがてマーゴも耳を塞ぐ手を離した。異教の化け物なり果てとなったアーンを隠すように赤いカーテンが引かれていく。これにて終幕になりますので、彼女は永遠の牢獄へと閉じ込めます。崖けが作動し処刑台が入れ替わっていく。よくできましたね。これ2回目だよね。この恋の正体が先導してるんでしょ。黒幕なんじゃないの。中身二重人格か。こんなことがいつまでも続くのかな。全員が死ぬまで。いや、全員が魔女になるまで。やれやれ、やっと帰れます。これにて閉廷とします。よく疲れ果てていた。誰もしばらく動こうとしなかった。やばいな。裁判4時間ぐらいかかってなかった。エマには一つわからないことがあった。そのため自分の棒に戻る前に急いで娯楽室へと立ち寄った。キャビネットの前へ行き、ミリアの持っていた鍵を使って開けてみる。中にはたくさんのフィルムが入っていた。それは予想できていたことだった。もしかしたら他にも何か。フィルムの束を漁っていくうちにやがてそれを見つけた。牢屋敷の設計図が書かれた紙。どうやら少し古いものだ。その設計図を裏返すと、かつて囚人が残したメッセージが走り書きされていた。脱出方法を残す。牢屋敷から少し離れた湖付近に×印が記されている。心にほのかな希望が灯ると同時にエマの瞳から涙が溢れていた。日常的に娯楽室に入り浸って映画を見ていたミリアがこれを見つけられなかったわけがない。そして鍵を飲み込んだ意味。ミリアちゃんはアンアンちゃんと同じ気持ちだった。ここを出たくなんかなかったんだよ。いやもう飲み込んでなかったんだよ。この言葉はアーンにはもう届けられない。エマは扉の方へと歩いていき、出る前一度中に振り返る。ソファーにミリアとアーンが仲良く座っている原因を見た気がした。仲いい子たちが殺し合いするんだな。ナノカは閉廷した直後、再び牢屋敷を抜け出していた。近くの茂みへと飛び込み、暗闇の中に身を落とし、ようやく息を整える。とても静かだった。すると余計な思考が混じってくる。と脳裏に浮かんだのはミリアの死体に触れた時に見たビジョンだった。その時何か見たのか。しかも自由時間外で行動してるな。このビジョンは以前見たものよりも長く鮮明に再生された。つまりおじさんの核がわかる。くたびれたスーツの男は個人事務所の弁護士だった。少女がおじさんの記憶覗くって怖すぎでしょ。この日画像流出の件で思い悩んだミリアが相談にやってきて、夜も遅くなっていたので、男はミリアを家まで送ることにした。ミリアが相談したんだ。プリロの道中、自分は人と入れ替われる魔法を持っているとミリアは言った。幼少期にその魔法に気づいて使用したが、それ以来怖くて決して使わないようにしてると。信じてない顔してる。でも本当なんだよ。魔法を使えるんだから。憔悴しきっているように見えたミリアがほんの少し笑顔を見せ、男もほっと息を吐いた矢先だった。何気なくスマホ画面を見たミリアが悲痛な叫びを上げた。スマホの中に闇が詰まっていた。もう生きていたくないとミリアは口にし、男は遮断機の向こう側へ行こうとするミリアを必死に止めていた。自殺しようとしてるのか。やめてよ。お願いだから死なせてよ。手首を掴まれたミリアが泣きじゃくり叫ぶ。男はミリアの自殺を何とか止めるために必死の表情を浮かべていた。おじさんにその体をくれないか。かばってるよ。破れかぶれに入れ替わりを提案し、ミリアはそれに同意し、本当に入れ替わった。おじさんは君になったんだ。すごいぞ。男はしばらくミリアとお互いの境遇を語り合った。おじさんそれでよかったの？入れ替わってる間に君の問題はできるだけ解決してみせる。こう見えても弁護士なんだ。信用してみて。その後戻れたの？入れ替わってる間にってことはまた戻る予定ではあるんでしょ。しばらくはおじさんの体を使って休んでいるといい。貯金はあるから安心して。これでおじさん死んだらどうなる？でも君は思いやりのある子に見えるから、おじさんの体に避難したままじゃきっと幸せになれない。だから約束してくれないか。現実を生きる勇気が出たらまた二人で会うんだ。そして元の体に戻ろう。その前にここの屋敷来た。半年ほど入れ替わっていた期間があったが、ミリアと男は元に戻っていた。めまいを覚えたなのか硬いさをつく。元に戻っていたなんて。元に戻ってたの？言い訳くらいしなさいよ。私はひどい過ちを。元に戻ってた？死後なんでおじさんなの？大気ミリアは真実のミリアだった。きっと彼女は抱えた傷を誰にも話したくなくて、踏み込まれたくなくて、真実を胸に秘めたのだ。おじさんのように振る舞っていたのも、自分が自分だとまだ認めたくなかったからだろう。おじさんのように振る舞ってたんだ。自分が嫌だったから人にあれ変わってたのか。謝りたくても謝る相手はもうこの世にいない。泣いてしまいそうになるかの表情がやらかしすぎでしょ。自分の能力を過信しすぎてる。後悔しても仕方ない。今はただ行動しないと。ナノカは再び歩き出し、隠れ場にしているところを目指した。こそこそと牢屋敷の裏手にやってきて、その扉に手をかけたところで、誰？茂みから誰かが近づく気配にナノカは勢いよく振り返った。ここはとても暗い。木立の隙間から差し込むわずかな月明かりだけがナノカを照らしている。少女たちは外出禁止時間だ。ナノカは軽快な色を瞳に宿し、銃を構えた。しばらく待つとナノカの前に現れたのは看守だった。看守はナノカを見ても捕まえようとせず、無言で離れていった。こうして見逃されるのは何度目だろうか。ナノカは自傷気味に笑みをこぼす。なんで見逃されてるの？隠れ場の中へと入って扉に頭をつけつぶやき落とす。この部屋はなんだ？備蓄食料あるの？私もいずれそっちに行くから待ってて。誰に言ってんの？いずれそっちに行くってどっちだ？
個々のこと言ってんの？死んだ人のことについて言ってんの？裁判の翌日、エマは朝食後の自由時間にて少女たちをラウンジに集合させていた。生き残っているメンバーはエマ、シェリー、ハンナ、メルル、マーゴ、ココ、アリサ。ここからまたこれ試合するの？行方不明になっている7日を合わせても8人。ここに捕まってまだ1ヶ月にも満たないのに、どんどん人が減っていく。エマさん、何のお話ですの？脱獄に関して話し合いたくて。実はね。誰が殺し合うんだ？川渡りここしか思いつかないんだけど。あと、裏を持ってる人物だよね。エマは昨夜娯楽室のカビネットで見つけた古い牢屋敷の設計図をポケットから取り出そうとした。ユマっち懲りないね。脱獄って騒ぎ立てたせいで殺されかけたのに。それで集合させたんならあてしはパス。仲良く脱獄話なんてしたくねえから。水を刺されてしまいエマの手が止まる。でもさ、ココちゃん聞いて。期待させるだけさせといて最悪な結果になったばっかじゃん。もう巻き込むなーっての。ここは早々に出入り口の方へと歩いていっちまう。待ってよ、ココちゃん。わかんないかな。おめえと一緒に行動するのが嫌だっつってんの。あなたにここに信用されてないの？はあ、ごめんね。別にエマッチのことだけじゃないよ。誰ももう信じらんないっつうこと。誰が犯人なのかわかんないもんね。誰がどこで殺意を抱くか分かったもんじゃない。一人でいるのが一番安全じゃん。勘違いで殺されるくらいの勢いだもんね。ほとんど勘違いだもんね。そんなことないよ。引き止めるエマの声は弱々しい。そのうちここはラウンジを出てしまった。エマがシュンとうなだれていると、マーゴがその前に立つ。申し訳ないけれど、私もココちゃんと同意見。これ以上の馴れ合いは避けた方がいいと思うの。あるほどストレスかかるんだな。そんな、マーゴちゃんまで。関係を結べば結ぶほど、おかしな確執が生まれて、いい結果を生まない。相手に対するほんの少しの違和感が大きく膨れて、殺人衝動へと繋がっていくのなら、わからない方がいい。私たちは一緒にいない方がいいのよ。それって、全員が単独行動した方がいいということでしょうか？そうなるわね。ねえ、エマちゃん。いい加減気づいたら？何を？私たちに絆なんてないのよ。エマちゃんだって、いい加減私のこと信じられなくなっているでしょ？自分に利益がなければ、私は手を差し伸べないわ。ごめんなさいね。優しげな微笑を浮かべているが、マーゴの言葉はどこまでも残酷だった。エマの喉からは反論ではなくただのうめきしか漏れない。僕たちには、絆なんてない。絆なんて、僕がただ願望で抱いただけの幻想だったのかな。二階堂、城ヶ崎、蓮見、佐伯、夏目。5人も犠牲になった。13人から8人になっちゃったか。もう十分思い知ったろ。アリサまでも突き放すように言って、マーゴ、アリサが退出していく。その場にはシェリーとハンナ、メルルが残っていた。誰も口を開かない。どうしよう。何か言わなきゃ。でも、何を言えばいいのかわからないよ。他のみんなも、おこちゃんやマーゴちゃんみたいに思っているのかもしれない。もう誰のことも信じないで、一人でいるべきだって、一人は嫌だ。怖いよ。その時、メルルじゃねエマの手をそっと握ったシェリーだった。なぜ？エマさん、やりましょう。シェリーちゃん、何を？仲良しグループをです。シェリーは胸を張って宣言してみせる。言われっぱなしで悔しいじゃないですか。私たち、ちゃんと仲良くなってますよね。このグループ内で次何か起きないよね。なら見せつけてやりましょう。私たちは離れたりしません。ずーっと仲良し。笑顔で言ってくるシェリーにエマは見る瞳が潤んでいく。シェリーちゃん。でもシェリー、サイコパスだからな。口に手を当てているハンナが大きくため息をついた。まったく。空気読めない奴はこういう時、ちょっと助かったりしますわね。恥ずかしげもなく、うすら寒いことを言えるんですもの。うすら寒いなんてひどいです。思ったことを言っただけなのに。私あなたのこと褒めてますのよ。褒められてる気がしません。褒め言葉なら、シェリーちゃんかわいい大好き。偉いね、すごいね、天才とか言ってください。誰が言うか。言葉重ねすぎだな。メルルが口喧嘩を始めた二人に対しハラハラしている。仲良しなのを見せつけるって言ったじゃないですか。喧嘩は良くないです。メルルのか細い声は言い合うシェリーとハンナには届いていないようだ。メルルちゃん、あの二人はあれで仲いいんだと思う。きっとストレス発散にもなってるんじゃないかな。そうなんでしょうか。ストレス発散。騒ぐ二人を見ていてエマはハッと顔を上げる。ねえ、みんな聞いて。ようやくシェリー、ハンナも口喧嘩をやめエマの方を見る。やっぱり一人で行動するのが正しいとは思えないんだ。誰かと一緒にいる方が絶対楽しい。一人で思い悩んでたらストレスだってたまる。
それって良くないよね。そうですわね。ストレスが強まれば魔女になってしまいますもの。だから楽しいことをもっとしようよ。この施設に娯楽あるの？楽しいことですか？この牢屋敷が僕らを魔女にしようってつもりなら、それに従ってなんかやらない。もちろん脱獄は計画したいけど、息抜きだって必要だよね。これから何する？みんなで思いっきりパーッと遊ぼうよ。おー、いいですね。他の子たちにも仲良しなのを見せつけられます。仲良しなのを見せつけるためには、そうね。悪くない考えだと思いますわ。別に仲良しグループでいたいわけじゃありませんけど。外で遊んだら意味ないよね。私たちのやり方で行きましょう。でも、遊ぶって何をするのかしら。エマさんにいいアイディアがあるんでしょ？これ選ぶ。エマはとっさに言葉を詰まらせる。胸の中でほのかに生じているのは恐怖の感情だ。何か言って冷めた目で見られたらどうしよう。聞かれたらどうしよう。嫌われたくない。そんな心の叫びが聞こえてくる。ごめん。思いつかないや。エマは結局うなだれ謝罪を口にしていた。いたたまれない状態になっているエマを気遣ってか、珍しくメルルがおぞおず手を挙げた。ピクニックとかはどうでしょうか？これ遊ぶのか。ハーブ積んでるからな。牢屋敷の外は広いですし、みんなでお出かけ気分になれると思います。おお、それで行きましょう。みんなでピクニック。私、お弁当作ります。仲良しピクニック大作戦ですね。はーい。みんなでピクニックか。エマは自身の胸に手を当てた。そういう時間を求めていたのは、きっと誰より僕だ。楽しい時間を想像すれば、まだ頑張れる。あ、そういえば。エマはポケットにしまったままの紙を取り出すタイミングを逃していた。これは、一旦僕の中にだけ留めておこう。何のメモだ？牢屋敷の設計図。期待を持たせて巻き込んじゃいけないよね。もっと確信を得てから報告しよう。牢屋敷の古い図面。脱出する方法があるってやつだよね。あれ？ここってどこだっけ？夢の記憶？今は一人廊下を歩いていた見覚えのある学校の廊下。そのことに気づいた瞬間、希望で胸が膨らみ、彼女の表情は晴れやかなものになる。魔女とか裁判とか殺人事件とか、全部悪夢だったんだ。僕は囚われてなんかなくて、こうやって学校にいる。現実から逃げてる。そうだ。急がないと授業が始まっちゃう。走り出すや否や聞こえてきた嘲笑にエマの体がびっくりと硬直した。これ中学校かな？高校じゃないな。嘲笑は教室の方から聞こえてくる。教室を見ちゃダメだ。傍観者になっちゃダメだ。中にいる子を見ちゃダメだ。その声を聞いちゃダメだ。目をそらさなきゃ。耳を塞がなきゃ。僕の心が壊れる。心が警報を鳴らしているのに、エマは操られているかのように中を覗いてしまう。ああ、エマ、待っていましたよ。誰だ？あいつもこいつも、醜いですよね。生きているだけで、汚いですよね。みんな、死ねばいいのに。そう言ってわざとらしく口歯を大きく吊り上げて笑う。エマの顔がその瞳が絶望で染まる。エマ。なんか人格違うのいるよね。エマは体を起こし、荒い息を吐き出した。全身に冷や汗が浮かび、心臓が激しく脈打っている。夢？エマの見た夢の内容はすぐに曖昧に忘却の彼方へと溶けていった。エマは自身が牢屋敷の官房内にいることを確かめ、どこか安堵の息を漏らす。そうして息を整えているうちにひどい悪感に気づいたようだった。なんでだろう。すごくだるい。全身が痛い。いつの間に官房内に戻ったんだ。体を起こしていられず、再びエマはベッドに横になった。体調崩しちゃったのかな。そばにあったスマホで時間を確認すると、すでに朝を迎えていた。そうだ。今日はピクニックに。エマさんおはようございます。今日もいい天気ですよ。朝からピクニック。朝食を取りに行きましょう。あら、エマさん？ここから日常かな。エマさん、具合が悪そうです。ペリー、ハンナ、メルルの3人が官房に入ってきて、エマの様子がおかしいことに気がつく。メルルが駆け寄ってきて、エマの額に手を当てた。ひんやりしてて気持ちいい。熱があります。大変です。すぐに医務室に。そんな、大したことないよ。ちょっと寝てれば治ると思う。でもごめん。ピクニックは延期にした方がいいかも。そんなの気にすんなですわ。ですです。エマさんが元気になったら、また開催しましょう。今はゆっくり寝ててください。私、いろいろ準備してきます。お薬とか、水分とか、タオルとか。せっかく企画したのに。みんな、本当にごめん。声をかけてくれる3人に申し訳なさを抱きつつ、エマの意識はまどろみに落ちていった。
このイベント何？クリックを一回やめたのか？エマは悪夢を見た日から体調を崩してしまい、数日間寝込んだ。原因のわからない微熱が続いた。そうして多くの時間を医務室や官房のベッドで過ごしたが、じっとしていられなかったのか、隙を見ては牢屋敷の外へ出ていた。脱出の場所に向かうんじゃねえか？バツ印？手がかりのバツ印を頼りに、時間と体力の許す限り、エマは地面に穴を掘り続けた。プロテなのかの隠れ家じゃないか？何も見つからない。まだ諦めちゃダメだ。きっと脱出につながる何かを前の囚人が残してくれているはず。するとスコップの先がカチンと音を立てて何かにぶつかった。エマはそれを掘り出した指で探った。掘り出したらダメなのか？脱出しちゃうか。もしかして何かの手がかりじゃ。エマは夢中で掘り進めた。しばらくして出てきたのは小さな黒い塊だった。なんだろうこれ。エマがそっと手に取った瞬間、塊から小さな音がして、